タクシーの中って、CM 動画今も流れてるじゃないですか。ありますね。あれで前見たやつで、なんかドライヤーかなんかの CM があって、絹女でしょ。あ、そうそうそう、はい、あれでなんかプレゼントされたら嬉しいみたいなやってるんですよ、で多分タクシーをよく利用する層がそれを見て、あ、これをプレゼントされたらみんな嬉しいのかって言ってなんか女性にプレゼントするみたいなことが多分あると思うんで、なんかいろんな人から絹女をもらいまくっている人がいるんじゃないかあ、一箇所に集中してる可能性について考えたそうそうそう、あ、もしかしてって。俺嫌ですよ、恐山さん。タクシー乗るたびにタクシーあるあるを話さなきゃいけないって縛りをこの2人の間で作るのは僕嫌ですよなんかもうそういうルールなのかな前乗った時もそういうつかみでちょっとね打ち解けようとしちゃったんで。そうですね、俺が乗っかってしまったところが悪い気もしてきましたけど絹女とかそうなんですけど、これ本当か分かんないですよ、詳しいこと知らないですけど、ちゃんと顔識別して、この年代のこの性別の方にはこの CM ってやってるって聞いたんですけど、あれ本当ですかね。そうなんですか。いや、分かんない、本当じゃないかも。なるほどね。車内カメラなのか何なのかで検知して、その人向けの CM を出してる可能性。でもなんか前 JR かな、でなんかハイテク自販機みたいなのを置いてた時期があって、それは確か顔認識して年代と性別からおすすめ商品を大きく出しますみたいなのが書いてあった気がするんですけど、でもそれの前に立った時にファンタグレープがポンって出てきたらなんか恥ずかしいあなたにはこれ、そうそう、エスプレッソとか出してほしいですよね、やっぱそういう時はこっちとしてはね君ファンタグレープ顔だねって言われるのはいや好きだけど似合ってしてクレジットカードで会計してね確かになね。だからタクシー広告でも顔を見られた上で出されたものがこれかっていう、なるか、だからちょっと確かめたくないですね。じゃあ、本当にそういう機能があるかどうか。確かに。でも実際 SNS の広告とかもターゲティングされてるっていうけど、されてるはずですよ、されてるとしたら嫌だよなって。なんか最近私のタイムラインに出てくる広告、なんか母乳で育つ魔王みたいなそんな見たことない。めっちゃなんすかそれ。そんなの調べたこともなんかこの魔王は母乳で育つみたいな書いてあってわかんないんですけど何の CM それ。漫画ですかね、漫画か。広告めっちゃ出るから、何を母乳で育つ魔王に興味津々だと思われているんじゃないかいや、まあそう言われたらちょっと興味湧いてきましたけどねでもそれ一回調べたら多分出まくることになる、そっかサジェストが汚染されるってやつですね。そう僕はあれですね、なんか50万円借りれますみたいなことばっかり出てくる、もう側近でみたいなやつね。側近でみたいな怪しげなやつがそれ出ますね。そういうの出始めたらなんかマンション投資とかで調べると、マンションの広告ばっか出てなるほど、そうか、投資とかのやつで引っかかってんのかなね、クルーザー購入とかで調べたり、クルーザーね。いや僕もうすぐあと3年経ったら40になるんですけど、40になったらクルーザー借りて知り合いみんな呼んで自分の誕生日会しようと思ってます。めっちゃいい。でも自分主催ですよなんかそういうのやらないですか、なんか企画して。でもやりたいなとは思うんですけど、自分のためにとか自分のためにだとなかなか、でもめっちゃ憧れる。人のためだと、なんだろうな、それこそなんか妙に遠いところとか、負荷のかかる行為をするサークルというか仲間たちみたいなのがいて、徒歩で山手線一周するとかこの間やったんですけどやったんですか何キロぐらいですか。40キロぐらいなんで。40キロ9時間ぐらいかな。フルマラソンじゃないですか。だってまあそうですね、大体、それをもう仕事終わりに夜9時に集まって金曜の夜に集まって、夜のピクニック朝7時ぐらいに終わるみたいな。
恐山さんってこれ言えなかったらいいんですけど、はい、お年いくつぐらいですか？はい、33かな多分、はい、になりますね。いけたんすか？いや私はね歩くの好きなんで、はい、そうですよね、おっしゃってましたね。そうなのでまあそうね60キロぐらいまでだったら余裕なんですけど実体験あるんですか？その60までいけるっていう。前、はい、小田原、箱根まで、はい、箱根の旅館を取って、はい、そこまで新宿から徒歩で行くっていうのをやったことがあって駅伝をやったんですか？もう歩行ですよ全部。すげえ。オーディブルで朗読聞きながら、3冊聞けましたね。すげえ。聞き通しで。それで72キロぐらい歩いたのが最高なんですけど、はい、でもそういうのを人に言ってたら、はい、その周りの人がハマり始めちゃって、そういう苦行にそうウルトラウォークっていうイベントがあるんですね、はい、これもう3ヶ月に1回ぐらいいろんな日本の地域でやってるんですけど、100キロ総100キロを20時間か20時間ぐらいの間で歩き通すというだけのイベント、はこれがもうお金は数万円払って歩かせていただくっていうド M 向けのイベントなんですけど、でも大盛況。散歩は神が与えたもうたお恵みですからねやっぱりそうか。でもねおもろいらしいです。私は行ってないんですけど、なんかそれにドハマりしちゃってる人は体験型イベントとかいろいろ作ってる企画側の人なんですけど、どんな体験型イベントよりもただ歩くのが一番おもろい。いやすごいな。映画でも今度公開されるやつがあるじゃないですか。死のロングウォーク。そうスティーブン・キングのやつですね。あれも歩くだけをあんなエンタメにするなんてすげえ話だなと思ってたら実際に歩ける体験もイベントとしてあるんですね。この間も言いましたけど、やっぱこう参加型の展示みたいなのが流行っているので、次の段階はもう本当に肉体が傷つく行為これが来るっていうのがなんだっけな、これ聞いた話なんで実際の話知らないですけど、海外で、脱出ゲームがあって、謎を解いたらなんかこう出れるなんてリアルじゃないって言って、サスケみたいに体張って出るっていう店があるって聞いたんですけどなんかね聞きました。ある種そんな話なんですかね、その話この間なんか SNS でバズってたじゃないですか。それ多分僕も見たんじゃないかな、その直後に、そのマラソン100キロウォークを誘ってくれた人から連絡が来てこれ今年行こう、アンテナ張ってるとこも一緒だし、意欲がすごいですね。だから私今年カナダ行くと思います、あれカナダなんだ。すごいな。旅行っていうか出かけるのかなりフットワーク、誘われたら軽いっていう感じなんですか？そうですね。やっぱ誘うのが苦手な分、誘われたら行くっていうのを自分に課して無理はしてないですけど、行けちゃった方がいいよねってことで、いや嫌ってことはないけど、そう去年はその誘われて上海も行きましたし、やっぱ最高でした。体験型イベントだけ行く上海、やっぱそこでしか得られない体験してきたんですか？いやぜひ行ってほしいですね。できることであれば。でも上海で有名なのってちょっと怖いやつでしょ？そうです怖いのってどうなんですか？怖いです怖いのは怖い。でもクトゥルフホラーだって怖いわけですよね。そうですね。一応コズミックホラーって言われるジャンルのホラーではあるんですけど、でもお化け屋敷的な怖さともまた違う気がしてて、上海のはどうだったんですか？上海のは1時間に100回ジャンプスケアがある。最悪じゃないですか。1分1回ペース超えてるじゃないですか。本当の暗闇があり、一瞬明るくなったと思ったら本当に目の前に化け物がいるみたいな、そんな手を変え品を変え恐怖が出てくるんですか？でも演出は一流だし、俳優さんも超うまいし、何より全ての体験がやっぱ本当であるっていうことって、どれだけ言葉を尽くしても勝てないんだ。勝てないですよね。悔しいなって思いました。行かなきゃですね。じゃあぜひ行ってほしいですね。それこそエレベーターに乗るみたいなシークエンスがあるんですけど、普通に考えたらエレベーターそっくりのセットがあって、ちょっと揺れたりとかあるぐらいのものかと思ったら、本当に3フロア分ぐらいがぶち抜かれているスタジオなので、エレベーター本当に上下する。すげえ。でそこに化け物が襲ってきてなんか天井に穴開けてなんかトゲみたいなのがビリビリって出てくるみたいな。映画のあれ嬉しいっていう。そうなれたら確かにちょっと気持ち楽に見れるかもしれない。あれねって。あれはもう本当にヘイブンっていうね作品があって、これはなんというか多分 TRPG とかが好きな人の好きな世界観だとも思うし、なんか近未来というか遠未来かな、もうなんか太陽光が毒みたいになっている世界でみんな地下に
地下に避難している、でエレベーターだけでその上下が管理されてて、下の方に行くほど富裕層がいてみたいな、そんなディストピアものでもある。じゃあ物語的な世界設定あるんですね。そうなんですよ。しっかり物語も深みがあるし、キャストさんも全力で演じがいあるでしょうね、きっと。いや、ああいうの日本でもねどんどんやってほしいなと思って。いや、見たいですね。僕もニューヨークには去年行って、でマスカレード、オペラ座の怪人のイマーシブとか他にも行ったりして、でミュージカル好きなんで感激三昧を一回したんですけど、やっぱそういう気軽さでなんかちょっと下北行って他で体験できないやつ渋谷行って体験しましたみたいに言えるエンタメ世界の世界線来ますかね、日本。来てほしいですね。それ恐山さん、そういうのじゃあ我々クリエイターとして企画するなら何できると思いますないなら作ろうって考えたいですね。割とねああいうのって需要はあるし、作りたいという人いっぱいいるんですけど、潜在的に思ってる人ね、体験自体をデザインする人っていう数は少ない気がしますよね。しますね。ジャンルとして固まってないのもあるし、なんだろう、この間行ったのだと京都に行って、リアル脱出ゲームで有名なスクラップさんが作ってる、京都の京屋敷を丸々一軒買って、それを全部探索可能な謎解き屋敷にしたっていう、景気のいい話があるじゃないですか。そう、最大6人で12万という、リッチな公園なんですけど、実際に泊まる謎解きってなんか関西多いイメージですけど、そうかな。スクラップさんでもなんかそんなの作ってたんだ。そう、スクラップさん、多分意欲作というか、今後何年もかけて公演し続けていくんじゃないかなと思うんです。それもやっぱりこう国内でできるものでは最高峰の一つで、やっぱ屋敷みたいなものがこう一個カチッと独占されているっていうのはいいなと思います、そのためだけにあるっていう。そうなんかこの、なんて言うんでしょう、屋敷とか舞台装置好きだなみたいなのってあります？枠というか、さっきで言うエレベーターだとか、エレベーターいいですよね、京屋敷だとかみたいなことですよね。なんかこのこじんまりとしたところにいろんなギミックがあって、それを調べていくっていうのは結構僕好きで、でクトゥルフでもそういうのって結構あるんですよ、シナリオに。そういう意味で言ったら忍者屋敷とかからくりが実際にあってちょっと非現実すぎるか。忍者屋敷はでもいいですよね。江戸村とかにはあるけど実際畳返したり、壁がくるっと回ったりとか掛け軸めくったりとかできるっていう。日本人の思う共通のなんかイメージってなんかないんですかね、そういう。なんだろう、物語とかでは見たことあるけど、実際にはまだ体験してないっていう。実際にはまだ、これってなるやつ、日本人のあれやってみたかったんだよなみたいなことですよね。なんだろう、普通の中華屋さんとか定食屋さんなんだけど、特別な注文をすると地下に行けるみたいな。またエレベーターじゃないですか。エレベーターじゃなくてもいいけど、やっぱなんか一見普通の店だけど自分たちだけは奥に行けちゃうよっていうのはいいよなと思いますね。ディズニーシーとかになんかそういうバーが確かあるんだったかな。そうなんですか。でもやっぱああいうのがメインの本格的なエンタメとかは憧れるかも。いや、そうか。クトゥルフの時代、1920年代のアメリカってスピークイージーって言って、禁酒法時代だからお酒飲むためには門番がいてくぐり抜けて秘密裏に飲んで、そうですね、そのオレンジジュースに見せかけたジョッキ持って中身が見えないカップ持ってで飲むみたいなのってなるほど、そんな体験ができたら面白いなと思いつつ、ちょっと想像はつかない、今の現代人アメリカ人でも分かんないかもしれないですけど、そういうことを今だからこそできる何かってないかなってずっとアンテナ張ってるつもりなんですけど、近いのだとあれでしたね。これも京都ですけど、実際にやったのどこだっけな、お茶立ててマナー的な、なんかマナー違反したらなんかどうこうみたいなのがあったはず。なんか聞いたことあるかも。そのマナー違反をしたら、なんかそのお上みたいな人に追い出されるみたいな。でどうやったらマナー違反しないで済むのかみたいなのを推理していくみたいな。で一応なんか大謎が最後にあってみたいなのを聞いてます。いや、すごいこと考えるよな。あれ日本人らしさの一つだったんだろうなと思ったり。確かに。あとね、あれやりたいんですよね。
すごくお金持ちのご令嬢の格好をして、はい、でもあえて地味な格好をした上でディズニーランドに行くでディズニーランドで普通に遊んでいいんだけど、なんか黒服の SP をちょこちょこ見かけるっていうのがやりたいめちゃくちゃいいです。身にまとってるのは地味な格好。地味な格好でもいい、はい、でもお姫様っぽさがバレちゃっててもむしろいい。そこは参加者に委ねる。よく見るとすごい豪華なネックレスをつけてるみたいなそう髪型の髪質が隠しきれていないみたいなやつですよそうで黒服の人に見つかったらお嬢様って言われるっていうのが乗馬のお時間ですみたいなもう少しだけここにさせてっていうやつですね。そうでもこれ多分勝手にやったらね、オリエンタルランドさんからいやそうですよ、ね、分厚い封筒が届くから確かにそこディズニーランドでやるからっていうなんかあれがねありますからね。やっちゃダメなんだけど、まあね、許可が取れたらやってみたいですけどね。いやそうか、それ面白いな。いやなんか片城も閉鎖空間の話じゃないですか、はい、あれもだから本当に舞台とかでもなく、実際に部屋でやったらまた感覚違うんだろうなと思いますよね。そうですね。僕なんか舞台版みたいな形でもやらせてもらった時は、患者の方は手縛ってベッドで寝かせてそこから始めるっていうので、患者役の方はその世界の片鱗を味わってくれてたと思いますね。ね、あれはすごい発明だなと思うな。強制的に自分ごとにできてた気がするんで。はい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 。人間、学生小学校とか高校とか中学はやっぱ大体の人が必ず通る道っていうので、タイムスリップ。タイムスリップね、はい、なるほどなるほど。脱出ゲームとかよくありますよね、学校のやつって。学校テーマは確かにね、はい、よくあるけどあんまない切り口みたいなのはなんだろうな。使い古されてますよね。でも夜の学校うろついたことはないかもしれない、夜の学校いいですね。そうか、一つの何でもないシチュエーションでもそこをこう深掘っていくと別の輪郭見えたりは確かにありそうですね。そう夜の学校、夜の病院。夜の病院 ね、お化け屋敷とかだと定番ですけどね。やってるっちゃやってますね。なんだろうな、もっと狭くてもね、いいとは思うんですよ。それこそエレベーターとかだって、エレベーターの中で完結する TRPG みたいなものだってあり得るわけじゃないですか。あると思いますよ、で気軽にできそうだし、でも詰め込んでやれるわけですから。そういう風になんか要素を削っていくのが個人的にはなんかいいなと思うんですよね。確かにどんどん削って残ったやつだけでっていうのが、資金が無限にあるなら無人島貸し切ってとかね。でそこにちょっと前一世風靡した100人のバトルロワイヤルあるじゃないですか。あれガチでやるとか全然、でも金持ちの YouTuber がもうやってそうだしミスタービーストみたいなねそうなんですよ、やってそうだから。その番組で言ったらデビルズプランだとか、ちょっと前だったらイカゲームとか、切り口違いますけどどっちも、そういうバトロワものみたいな番組、裏切りがテーマとか全然あるじゃないですか。実際に裏切りって多分難しいと思うんですよ ね、設計するってなると。裏切りたくないし。確かに。でもなんか体験型イベントマニアみたいな界隈が今存在していて、そういう人たちはやっぱ秘密裏というか分かりにくい場所で結構すごいことをいろいろやっている。裏切り合ってるんですか？裏切りとかもなんか今年だと、私は行ってないんですけど、都内のいろんな場所にボールが隠されていて、1月1日にみんなでチームを組んで車でボールを探すっていうイベントがあったり、イースターエッグみたいなそうヒントをもとにねやってるんだ。たりとか、裏切りで言うと、私の知り合いの方で佐竹さんという方がいらっしゃって、その人が確か企画したイベントで、おのおのがパスポートを持ってきてください。で最初にこのパスポートがどうなってもいいよっていうなんか約束をした上で頭脳ゲームに参加させられて、で負けた人はパスポート没収されるんですよ本当に。命かけるって言われても現実感ないけど、パスポートっていう自分を証明するものを天秤にかけられた時に自分ごと化するっていう、そうですね、見事な仕組みですね。本当すぎるっていう。あれちょっと俺世界
視野が狭かったですあるんですね。いやそれはでも本当になんか極端な世界のこと本当に物好きの人がやりに行くやつですよね。でもそこまで行くぐらいには、ベースが今だんだんしっかりしてきてるってことじゃないですか。でもそうなのかも、なんか刺激にみんな慣れてきちゃって人間というものは本当の痛みが欲しいみたいな。いや上海のすごそうっすもんね。いや上海のは本当に痛いんで、暗闇の中めっちゃ全力疾走させられるからめっちゃぶつけるし。注射とか打たれました？なんか、病院がテーマのやつだと、車椅子に強制的に鎖で固定されて手術室に連れて行かれて、なんかメスみたいなので頭のとこチクチクチクとかやられたり、なんか生きてる虫を近づけられたりとか。やだー、怖いじゃないですか。被害届沙汰みたいなことも平気で、楽しかったんですか？超楽しい。いやそのレベルで今企画しなきゃいけない体験型っていうとだいぶハードル高くなっちゃいますね。だからさっき恐山さん言ったその絞ってねシンプルな、これを体験してもらうってコアなやつを見つけられるかどうかってことかもしれないですよね。お嬢様体験できますみたいな。そうだと思います。でもやっぱそういうのもね、ストーリーがちゃんとしてないと不思議と本当にやったからって面白いとなんないんですよね。ただやっただけになるって感覚。なんかそう思いますね。作ってる人がちゃんと見えてないとこまでちゃんと考えを張り巡らせてるかどうかってなぜかバレるというか。でも分かります。そのハリボテ感というか、なんかね、奥行きのなさって言ったらいいんですかね。それが感じられたらとてもいいですよね。そうですね。その中身の充足感を。いやもうこれだってタクシーの乗ってるだけでそれ思いついてきたらこれ以上コスパのいいことないですよ。これそうですよ。企画って本当におもころさん見ててどうやってこんな出してんのってよく聞かれません？いやそうかな、結構苦し紛れの企画多い。本当ですか？SF は全部星新一さんがやったし、企画は全部おもころさんがやったって僕思ってますけどね。大半しょうもないんですよ。この間もなんか、クレソンでなんかできないかって、クレソンでっていう発想がすごいな。クレソンを食べまくるクレソンしんちゃん登場って案しか出なかった。これは多分やんない。やんないんだ。見たいけどな、クレソンしんちゃん。そうか。企画ってどうやって考えてます？普段。いやこれがね、考えてみんなその考えた気になって、集まることに満足して何にも残んないことの方が多くて。わかります。話し合いで出ることって多いですか？でも割と多いかもしれない。なんかこうブレインストーミングとかでしたっけ？そのなんかこう会話の中で。それこそ山手線一周しながら喋っている時とかに出たりとかね。じゃあ僕タクシー一緒に恐山さん乗ってても何も浮かばなかった使えないやつ。いやまだ走り足りないんで、じゃあ山手線一周行きます？歩きますか？この辺でそうですよ。降りて、じゃあ渋谷ぐらいから北上していって代々木って新宿みたいな感じで行きます。多分そんぐらいなら僕も歩けるんで。じゃああと9時間。いやそれ9時間と言ってそれ9時間かかります今の距離で。いやもう一周ですよ。そっか一周ならね。そうか新大久保も行ってどんどん行きましょう。行きましょう。じゃあすみません、この辺で降りましょうか。
よいしょ。奥失礼します。お疲れ様です。またね、一緒の現場で。いやー、縁ですな。ね。いやまあ今度飯でも行きましょう。そうね。ちょっと今日遅いですけど。確かに。ちょっとこの間もなんか毎回タクシーの中でしか話してないからね。まあでも逆に配信外で人と集まって話すことないっすよ、俺も。ないかも。なんか昔は夜な夜ななんかロールやってるたまり場サーバーみたいなのあったりして、でもなんか移り変わりゆくものなんですよ、それって。もう使われていないサーバー山ほどある。抜きづらいし。なんかロールってもともとその配信ではあんまやらないゲームだよね。そのロールってめっちゃ面白いんだけど、ちょっと難しいじゃない、見る人たち側からすると分かんないじゃない。から配信でやらずにこうなんだろう、ちょっと終わった配信終わった後とかにやってるやつらと集まってちょっとロールやるみたいな、そういう感じだったじゃん。なんか最近はもうちょっとやっていい空気が出てきてる。いやまあそれはもうザカセーンとかが頑張ってくれたから、いろんなイベントがねあったからみんな見れるようになって。いやだから俺も活動が人生だったから、ロールやんなかった理由が配信できないからだったの。ああやっぱりそうだね。で絶対ハマるだろうなと思ったの。分かんなかったけど、俺ゲーム好きだし。でその河川さんとかさ、ウルカさんがこう新人捕まえてはロールやるって言うまで返さないみたいな、やってた。でもあの時俺も誘拐されそうになったけど、それとなくかわしてしまってあの時連れ去ってもらえばよかったなとかずっと心残りだったの。始めるきっかけ欲しかったな。でもなんかその時代表とかアルファ君あたりが始めたばっかで、ちょうどね、始めたばっかの人いると始めやすいなっていうことで始めたら案の定ドハマりして。そうだよね。だってもともとめっちゃ昔からやってたわけじゃないもん。それこそ今3年経ったぐらいか。まあでも早いね、もう3年やってるわ。いやでも相当ハマってやってたよね。めちゃくちゃやってる。今もやってるしね。だってそれこそね TKDL 出てるよ俺今。あそうなの。TKDL 出てる。今もじゃあめっちゃやってるんだ。やってる。だって俺がメカちゃんが始めたばっかの時に、俺はもともとシーズン3とかからやってたから、あそっか、そうなんだ。そのだいぶ俺の方が経験値があったから、だからやった時は教えてるぐらいの気持ちだった。なんならだったけど、気づいたら俺より全然高いレートにいて、まあかけた時間なんかな。まあランクもねずっとやってたしね。ずっと回したからね。俺は未だにトップでルブラン出されたの忘れてない。ちょっとインチキなキャラクターで一生懸命分身追いかけて、そうちょっと人を騙すようなキャラクター。そう大好き。ああいう人間性出るよな。どのゲームでもああいうキャラやってる。LTK も大変だった。その時だから絡みっていう、まあほとんど絡みはなかったけど、まあね、その同じチームだったね。一部チームと二部チームみたいな、なんかそうだね。コアチームとネクストチームで同じ青色のチームだったじゃん。だったね。ST っていうね、あれも結構大変だったね。いや全部負けたからね。そっちはね。そう大変だったよ。いやあれ辛いだろうなと思ってたけど、でもなんかね、やっぱチームのメンバー空気良くてさ、楽しそうなメンツがね。楽しかった。楽しそうなメンツだったもんね。ちょっと男組で旅行行ったりしたからね。仲いいよね。いや本当にびっくりだよ。辛い時もあったけど、でも長かったしね、半年間がっつりやって、半年やってちょっと辛い時期もあったりしたけど、まあ俺も成長し、いろんな意味でこう成長させられたなっていうのはみんな思ってるだろうね。ロールの腕だけじゃなくて、なんかこういろんな人間的な部分というかだし、なんかこうどうしてもあんだけ長い期間があるとさ、なあなあじゃ済まないこともあるじゃない。ある。なんかお互い根に持ってるちょっとね衝突したりとかね。そう腹割りでもね、やっぱそこもこう絆にしっかりなるのを俺は知ってたから、
まあ嬉しかったかなそれできて。タカちゃんとラーメン屋で腹割りしたのを忘れられどんな今のチームはこうだとか、そうあなたはこうしなさいとか、これなんで当たったのみたいな話そういうこと。もうゲーム内容ね。で俺がいやでもなんか当たれっていう圧を感じて言っちゃってみたいな感じで、でも実際リプレイ見返したら別に当たれって圧全然なくて、俺この時焦ってたんだな、勝手になんか自分がそう感じちゃってただけ。そうとかだからなんか俺もうその時ちょっと心の根に持っちゃってたの。あの時だってお前らが当たれって空気出したやんみたいながあったけど、でも実は出してなくて俺の思い込みでっていうのも腹割りせんかった気づかんまま言ってたから、なんかやっぱりその愚かだった。どっかなんか多席じゃないけど、なんか自分のミスっていう風にしたくないっていうのがこう自己防衛なんだろう、本能的になんかあるんだろうね、そういうのはね。なんかつい意識しているつもりだけど、チームでね、半年3ヶ月だったけど、長いじゃん。長かった。もう本当に俺とかももうやっぱりしかもなんか他の仕事もありながらじゃん、ね、東京ゲームショーとかの時に、幕張で、朝早くから家から車で幕張行って、でずっとイベント出ずっぱで、で終わって、夕方ぐらいに、夜とか夕方ぐらいに終わって、そこから車で家に戻って、東京に戻って、そこから深夜2時ぐらいまでスクリームして、で終わってそのまままた幕張のホテルまで運転してみたいな。でちょっと寝て、また一日イベント出てみたいな。めちゃくちゃきつい。あの時めちゃくちゃきつくてもう本当にもうなんか朦朧としながらやってたの。スクリーム断りなよ。いやでもやりたかったから。でなんか制限とかみんなの予定とかもあったりあるね。ルールがね。そうでそこであかりんと喧嘩して俺もだからめちゃくちゃ疲れてて、ちょっと嫌な感じになってたよね。ノリそうもう本当にあの日そういうことやったんや。あれはね、そういや俺でそれですっごい疲れてて、その時にちょっとあかりんが結構ミスをね、同じミスが出ちゃってたたまたまで、それで俺がそれにちょっと言っちゃったんだよね、みたいなことあったりとかで、あれもやっぱりそこ反省したしね、やっぱり全部でやっててそういうことを言っちゃう自分がいるっていうのも、疲れてて言い方嫌だったかもしれないしね。そう疲れて出るからそういうとこにもう普通にミスしたのみたいな、もうなんやねんそれみたいな間違って言っていやそれ嫌だよねと思って、終わった後にお互いに連絡取り合って、配信もしないで2人でロールやっていやごめんね、仲直りロールやったんだ、ごめんねってかわいい、めっちゃいい話やん。もうあったりとか、そんなのって普通に活動してたらないから絶対。いやそうなんか真剣だからこそ出る、だし、なんかこう俺アペのさ、エイペックスのマスター耐久みたいなの、その時ダイヤ4までしかなったこと、ダイヤ3かな、ダイヤ3ぐらいまでしかなったことない時に、アステルイズルっつうのがいて、コロスタのね、でその2人と、ちょっとマスター本気で目指しましょうって話になり、で2週間かかったの、2週間かかって毎日12時間やってん。長っ。それぐらいやって、ちょっと漏れた思ったら負けて、ちょっと漏れた思ったらチーターに殺されてみたいな、ずっと繰り返しとったの、でもなんかその時喧嘩もしたの、だから前行き過ぎ問題と、後ろ遅すぎ問題みたいな、どっちが正しいのっつって、でこれはもうやっぱ上手い人に合わせたらそれが一番ええけど、アステルが頭一つ抜けてうまかったから、アステルがやっぱファイトの感覚が速くて、俺ら二人が置いてきぼりみたいな、そうってなってたんだけど、なんかそこも、声かけお互いしていこうとか、俺もできるだけついていくの頑張るし、いけない時はいけないって言うから待ってほしいみたいな、とかをこう揉めて、ちゃんとあっちも意見言ってくれたし、でなんかそういう時間があったからこそもう親友と言える存在だし、なんかなるほどね、なんか何かを本気でやんないと喧嘩にもなんないよねと思うから。確かにやっぱなんかLTK のチームもそうだけど、終わった後になんかやっぱりこう関係性みたいなのはちょっとファミリー感出てきてる、出るやっぱりもうあれを乗り越えた、俺らみたいな本当にのあるから、やっぱりそれはねすごい良かったから、 LTK やってロール上手くなったとかもあるんだけど、なんかそこは実際俺の中で結構どうでもよくて、なんかすごいいい人たちとこう巡り合えたし仲良くなれたっていうところはすごい良くて、なんかそこが
その今のそのガチ大会みたいなストリーマーガチ大会みたいなのの良さみたいなんだなっていうのを、そう LTK はすごく感じたよね。なんか本気でやれるタイミングがあるのはありがたい話やな。ね、でもあってやってたんだね。いろんなゲームやってる意外と。エーペックスの麻雀もゲームに入るけど、エーペックス麻雀、ロール、あとランク頑張ったので言うとなんだろうな、昔はアバやってたんだけどね。懐かしい、アバすごいやってて、あとは、単発ゲームが多いか。FPS やってるイメージマジなかったな。そうなんかエーペックスあった時は、もうずっとエーペックスやってたの。コラボツールとしても優秀だったじゃん、確かにね、会話のねみんなの共通言語みたいなやつだからね。めっちゃ塩梅良くて、よかったね。なんか、初対面の人とやっても、程よい時間があるじゃないですか。そう会話する時間。そう、最初の朝の時とかはそこそこ忙しくて、何欲しいってコミュニケーションあった後、移動中になんかたわいもないぼやきから始まる会話があって、で戦闘があってみたいな。接敵する瞬間に急にグッとみんなゲームモードに入るみたいなね。あるあるね。テキってあしょっとって言って、なんかパブ G もおもろかったけど、あれは長くて、なんかこう待機時間長いじゃん。草むらにずっと寝てる時間とか。本当パブ G もねやったけどね。あれだからこそドンカツの嬉しさたまらんかったんやけど、そうね。エペのチャンピオンも嬉しかったけど、ドンカツに勝る幸福度は俺は経験したことない。他であれもすごい流行ってたもんな。じゃあいろいろひとしきりオンライン対戦ゲームとかねやってた。あと MMO やってたね昔は。へえ MMO。 メイプルストーリーと、ドラゴンネストっていうオンラインを特にやってて、あとモンハンフロンティアかな。もう結構雑食っていうか何でもゲーム割と好きかも。人とやるのが好き。一人のRPG 系とかよりは、誰かと何かやるゲームが好きでずっとやってきてる。なるほどな。今思えばそうだわ。そうか。だからロール好き。のね、なんか本当何でもやってるなと思って聞けば聞くほど、俺とかも最近はね何でもやるようになったけど、本当に最近まではもうちょっと前までは、もう FPS しかやってなかった。そっちの畑だもんね。もう自分が得意なことやってたじゃん。だそうだけど、本当数年前からいろいろなんかその上手くなんなきゃっていう焦りとかさ、あったりするの？上手くなんなきゃいや今はない、全くない、全くないし、なんかある程度結構上の方までなんか上がるノウハウじゃないけど、どのゲームもこうやったら上手くなるみたいなのが結構分かったんだよね。FPS とか特にそうで、そうそれもあってあんまり上手くなるための苦しみみたいなのは最近はないかな。昔は俺がFCOD っていうゲームから出身なんだけど、チームメイトが、プロチームに行った時に、チームメイトがもうめちゃくちゃ強くて、俺ベンチウォーマーみたいな、俺はその強いやつら集めただけで、なるほど。俺は強くなかったから、なんかなんだろうな、強くなりたいなと思いながらずっと見てただけで、焦りもすらもなくて、その時も。でもやっぱ人望ですわな。それ集めるの才能よね。集めようってやつがいなかったのかな。もうね、もうあんまあの時は何も考えてなくて、なんかやらないみたいな、俺ら集まったら絶対プロチームになれるよみたいな、この時は17歳18歳ぐらいか、18歳とか、そう無理やり集めて。熱いね。やっぱ勝ちたいわってなじゃん。そういや、なんか強いやつらで海外でめっちゃ大会やってて、でも日本のチームが全然出てなくて、でいや日本のやつらでちゃんと強いやつ集めたら絶対やれるみたいな、思って集めて、熱いで全然いけなかったんだけど、難しいんだね。いやマジ強かったんだけど、海外結果強かったんだけど、そういうなんか若さゆえの、いやでもチャレンジまでいってんのがすごくね、その行動力。大体さ、思いついてやらない人がほとんどで、やっても途中で頓挫するとかがほとんどで、そもそも実施までがいかないじゃん。いやその挑戦しているのが本当にすごい。その時の気持ちを思い出さないとって今も思って。わかる。なんかあの時仕事辞めた時とかね、ハングリー精神っていうのなんか、俺はその時はもう何にも考えてなくて、いやなんか海外のやつらとか大したことないでしょ、日本のやつで俺は別に強くないのに、あいつとあいつとあいついたら絶対勝ってるっつって集めて、
でプロチームにメール送って、かかってこいと、強いメンバー集まったんで、でしかもなんかその実績必要だなと思ったから、1年はプロじゃなくてアマチュアで大会で続けて、日本ので全部優勝したの。おおすごい、本当に強いじゃん。全部優勝しましたっつって、もうプロお願いしますみたいな感じの、もう10代だからもうバカみたいなメール多分送ったんだけど、いやいいパッションがいい。それ今絶対できないもんな。できないね。そうできない、恥ずかしいもんなと思っちゃって、でもなんかいいな、そういう気持ちがねまた取り戻せたらいいなって思う時あるけど、いやーなんかそうよく話すの同業のやつらと、なんか大体俺の友達って個人だからさ、個人のやつらと話してて、今ご飯は食べれてるけど、今後どうなるか分からんし、そうね、でこれからどうするみたいなで、俺は目標として武道館立ちたいみたいな、っていうのはやっぱそんだけ人気になりたいっていう、なんか見られたいが一番なの、歌も好きだけど、でもなんかそれに向けてじゃあ具体的に何年後なんとか、その詳細まで詰め切れてなくて、なんかそれも多分昔の活動始めたばっかの俺だったら、やるためにもっと細かく多分切って、何が必要なのかとかね、そう5歳の長めでも5年で考えようとか、来年はこれやってこれやってって、マイルストーンってやつ、で俺も知ってんねん、やった方がいいっての、でも日々の配信がおもろすぎて、なんかその時間を割く気になってない、ちょっと立ち止まっちゃうというか、そこを楽しんじゃうね。そう今すごい楽しくて、今幸せ？何俺？いや何そこなんか怪しい勧誘みたいな。幸せですか？幸せです。いや俺幸せです。幸せ。僕も幸せ。お手伝いできることあるかなと思うんですけど、ね、幸せやから満たされちゃって。まあそれはわかる。それはわかる。もっと幸せじゃなかったら多分何か死ぬ気になってやったんだと思う。でも死ぬ気になるものが欲しくて、だから俺自分のことだとあんまり頑張りきれないから、誰かとチーム組んで人とやるのが好き。人のためならやんなきゃ悪いよなってなって、なるほどね。そう死ぬ気に近い状態ではやれるから。でもなんとなくわかるわ。満たされてるからチャレンジ精神が湧いてこないみたいな。そうなかなかねあると思います、絶対に。危険なんでしょうけど、でもそんだけねみんな見てもらえてるからさ、ありがたいことに。とはいえもっとね目立ちたいし、今このまま終わったらきっと後悔するから、もっとやらないとなとね、と漠然と思うなどしている。へえ、すごいな。全然もう今もチャレンジって感じあんまりないかな。やりたいことだけやってる、ずっと俺はもう変わらず。そう実際そのチャレンジのためにやりたいことできなくなったら本末転倒だなとも思うし、バランスだと思うんだけどね。野望みたいなのねちょっと持ってみたいなと思うけど、俺絶対これやるんだみたいなのになったことないから。何がいい？なんかじゃあ一旦10代の頃に立ち返ってみてさ、10代の頃も野望だったのかも分かんないもん。野望だと思うよ。ヤンキーだよね。だから隣町になんかすげえ強いやついるらしいぞみたいな、ちょっと舐めてんなみたいな、お前マルマロってやつ呼べやみたいな。で俺別に強くないってでしかもダサいんだけど他の高校のやつしばき回して強くなってみたいな、強豪校になんかみたいな、だから別に野望でもなんでもないんだよなと思いながら、でもなんか行動力はねでもあったのかもしれないけどね。野望だよそれは、立派な。でも個人でやってるのすごいよね。個人でずっとでしょ。もうずっとすごくない？だから俺もずっと個人ではあったんだけど、本当に4年前ぐらいの事務所入らせてもらって、なんかすごいいろんなこと助けてもらってるから、全然いつでも入りますけどね。そうなんだ。でもなんかあれなの、俺まずやることは自分の手を開けることだと思って、これ仕事3年やった経験の末至ったのが、自分が暇にならないと新しいことはできない。まあそれ分かる。そうリア友、長い付き合いのリア友にお仕事としてもお願いしたりとかして、メールのやり取りとか、でお仕事の管理とかやってもらってるの。で日々の動画投稿とかも、そいつに動画編集者さんに依頼してくださいっつって、俺はもう毎日放送してるだけだの今。もうマネジメントをやってもらってるんだ。そうだからなんかやっぱそこをサポートしますよっていう体制の箱が多いじゃない、まず、でもなんか俺はそこはもう満たされてるから、必要としてるっていうのは欲しいのはやっぱ
箱イベントやりませんとか、なんかライブみんなでやらんとかさ、なんかそういうなんやろ、俺が一人じゃないって思えるような場所を求めてる、箱って。でまあなんだけど、なかなかやっぱそれだけを理由にどうぞっていう箱もなかなかないし、まあそうだよね。なんか気がつきゃずっと個人、こだわってるわけじゃないんだけどね。なるほどね。まあでもそれはそういいかもしれないね。なんかそのずっと個人でできてんだったらね、まあそれでも全然いい、それの方がねむしろいいっていう人もいるだろうし、なんか俺とかやっぱりどうしてもなんかイベントに出るとか、なんか動画コンテンツとかにも実際自分が足を運んでとか行くとかロケとかのが多いんで、やっぱり事務所にちょっといないとまあできないなっていう。まあ一人じゃやっぱね、そもそも俺も友達がいるからなんとかなっただけだし、仕事まあそうだね、すごいね、そういう人がいるのね。ありがたい。そうか、なんか面白いな、この個人の人と。なんか今あんまりいないじゃん、個人の人って。まあそうだね、多くはないじゃん。やっぱこう最終的にどっかに所属する形になっていくんじゃないかな、みんなね。なんかそういうの聞けると面白いね。でもね、麻雀界隈はね、個人ばっかなんよ。なんなんだろうそれ。確かにでもなんか確かにそうかも。せやね畑違うとね。俺の周りはやっぱりいるんだけど、そののりさんとかそっちの関係の共通の知り合いっていうのは本当にいないね。全然いない。それこそ渋春とかレイドも扱いはギリ個人なはずかな。でもそんなイメージあるな。自分で事務所立ち上げたりはしてるけど、渋春もだいぶ前からやってるもんね。俺一番最初に初めてしたのは APEX のシーズン2か3ぐらいの時に、プレマス隊のランクにずっとマッチングしてたの俺。あ、そっか、ぶつかんだ。そう、もうマスターの日本人が少ないから、もう毎回戦ってるの、バーチャルゴリラさんもそうね、毎回またこのパーティーいるよみたいな、またかよみたいな。なんかそれで知って、なんだこいつだっつったら、バーチャル市場なんかみたいな名前で知って、おもろい。めっちゃ当たるから、多分向こうはね気づいてないんだけど、俺オタクインザハウスって名前出てたから。わかんねえよ。誰だよ。それわからんわ。本当に意味わかんない名前出てた。私渋谷春かよっつって。私渋谷春かよみたいな感じで、誰なんだこいつはっつって調べたら、すごいなんか YouTube でやってて、しかもなんか人気もめっちゃ APEX 動画やってるわっつって、有名人やんけ。また渋谷春かよ言うてるってことは打ち負けたってこと？そう負けてる。強かったのめっちゃ強くて。強いもんね。そう普通に。また引き殺された気悪い。またこのチームかみたいな。最終円に絶対いるの。ね。ログ見たら、また渋谷春いるわっつって。それはね、それが俺の中ですごい印象に残ってる。おもろいな。あれもだって相当前だもん。APEXいいゲームやな。今やってもおもろいしね。でもみんな長く活動してるってことでね。なんか末永くみんな健康でやっていきましょう。いや本当に長生きしないとやわ。長生きしていきましょう我々はって感じ。ぼちぼち。もうそろそろつきますかね。はい。すみません、ありがとうございます。じゃあペイペイで半分払います。ペイペイでね。ペイペイやってるからよろしくお願いします。もしもし。猫カフェの前までタクシー1台お願いできますか？